こんにちは。永久恋愛と書いてクレート読むトトロさんです。2年前に絵柄ロラの作り方動画出したじゃないですか。あれに使ったホローストロベリーってまだ使えるのかなって思ったんですよ。で、確認したところ、まだ使える。マジかよ。で、コメントにキャラクターロラの作り方を教えてくれって言われた気がするんで作ってみました。まずはホロストロベリー版の紹介ページを開きます。動画概要欄に載せています。そこから最初はデータセットメーカーのノートブックを開いてください。このノートブック全部英語ですけど、ブラウザで日本語にしても中身に影響はありません。今回は英語の画面のまま進めますね。ノートブックをドライブにコピーしたら、セットアップから動かしていきます。まずは1番、セットアップ。プロジェクトネームはそのままロラの名前になります。入力したら三角を押して動かしましょうね。これが済んだら Google ドライブにフォルダができているはずです。データセットの中に画像を放り込みましょう。画像を1個ずつアップロードするの面倒だよって時は、ノートの下の方に Google ドライブ内の ZIP を解凍するコードがあるので、それを使ってください。次に2番は飛ばします。なんかよそから画像データをダウンロードして資料を増やすやつみたいです。必要はないです。3番。これは2番でダウンロードしたデータを編集する機能みたいです。やらなくていいです。飛ばしましょう。4番、タグ付け。アニメ系のタグ設定を選びます。スレッシュホールドを変えると付けられるタグの精度みたいなのが変わるらしいんですけど、今回もデフォルトのままでいいです。で、ブラックリストタグスはもともと入っているものは全部消しちゃってください。で、キャプションの長さも今回はデフォルトのままでいいですね。5番、ここです。絵柄ロラの学習の時はここを使わないんですけど、キャラクターロラを作る時は必ず使います。アクティベーションタグは画像生成する時に呼び出す英単語を決めましょう。今回はプロジェクトネームと同じものにしました。リムーブタグ。先ほど絵にタグをつけてもらったところを確認し、そのキャラクターの特徴となる要素のタグを入力してください。要は、学習するときあえてその単語を消すことで、絵を生成するときに毎回キャラクターの特徴を書かなくて済むようになります。何言ってるかよくわからないと思いますが、そういうもんなんです。で、タグの置き換え機能とかありますけど、とりあえず使わないかな。必要な人は使ってください。6番、準備完了。これもリンク表示されるだけなので動かさなくていいです。さっきの紹介ページに戻りましょう。SDXL 系で学習しましょう。モデルは普段あなたが愛用しているモデルのものを選んでください。私はアニマジン3を愛用しているのでそれですね。学習ステップ、基本デフォルトのままでいきます。最初の数字は学習画像の枚数×ここの設定の数値が200から400になるのを目安にした方がいいです。他の設定はそのまま放置。わかんなかったらデフォルトのままでいいです。セーブエブリエのエポックスだけ10にしておきました。今思うと2とかでもよかったかな。他は全てデフォルトのままです。左上の三角を押して学習を開始します。なんかね、学習に1時間半くらいかかっちゃったかな。でも Google コラボ無料枠でなんとかできましたね。で、できたロラを各々の環境で動かしてみましょう。私はローカルパソコンのコンフィ UI です。ワークフローはこんな感じ。そして出てきた絵がこちらになります。面倒な服が大体描けてますね。大したもんだ。で、ちょっと呪文を変えたのがこちら。大体表現できてる。でも最近はナノバナナプロとかロラなしでもキャラクターが再現できるので、正直手間かけてロラを作る意味が見出せないかな。とりあえず簡単にここまでできるという話でした。それよりホロストロベリーがまだ使えることが衝撃です。もう2年経ってるんだよ。生成 AI の世界で2年は大昔です。では動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますね。バイバーイ。